皆さんこんばんは、カラスマ100です。突然ですが、お金がないので助けてください。まず最初に具体的にどう助けていただけるのかをご案内します。理由についてはこの後きちんと説明しますので、まずは少しだけ話を聞いてください。今回はいわゆる悪の帝国として知られるピクシブ社が運営しているブースというシステムを使います。Google アカウントと連携すれば比較的簡単にアクセスが可能です。今回はカラスマ100の支援ブースというショップを用意いたしました。そこにカラスマ100登録者2000人達成お誕生日祝いという商品がご用意すでにしてあります。概要欄のリンクから飛んでいただくことが可能です。中身は短いサンプル動画になってます。本当はもっと凝った動画を品物として用意したかったんですけれども、時間的に難しく大変簡単なものになってしまいました。申し訳ございません。こちらを1000円で販売させていただきたいと思います。ご支援いただける方は、この商品をカートに入れて購入してください。こちらのボタンで簡単にショッピングカートに入れることができます。そして、ご支援の意思がある方に限るのですけれども、こちらのですね、金額を上乗せして応援というボタンが表示されます。これがブースのブーストという機能です。要するに、1000円の商品に対して任意の金額を上乗せして購入することができます。画面の上では100円以上10万円以下の数字が入力可能です。もちろん本当に無理しないでください。はい。試しにですね、こちら入力してみましょう。このように、1万円ブーストという感じで入力すると1万1000円という値段になります。上乗せをしていただいた分はブースの手数料を除いて私の活動支援に回すことができます。そのままレジに進みますとこのような画面が表示されまして、クレジットカード決済、楽天ペイ、銀行、コンビニ決済などでお支払いをすることができます。ということで、支払い方法のご説明でした。ここで終わってもいいんですけど、なぜこんなお願いをすることになったのか少し説明させてください。まずギャンブルに走って大負けしたとか株で大失敗したとかそのような話ではありません。原因は2024年頃から続いているもっと長期的な自分の経済的問題です。ご存知の方も多いと思いますが、私は障害者雇用で働いております。近年インフレが進んでいますが、障害者雇用の給料が上がることはほとんどなく、ずっと低賃金で働き続けているような状態です。2024年には皆様のおかげで YouTube の収益化には成功しましたが、一方で2023年10月からパレスチナ・ガザ地区で深刻な状況が続き、国連や国境なき医師団でさえ十分に支援できない状態に陥っていました。そのため私はパレスチナの人々に対する個人支援を自分で行っておりました。詳しくは自分で過去に書いたノートがございますので、そちらをご参照ください。2023年から2024年にかけてはかなりの金額をご支援しました。その結果として自分の貯蓄がほとんどなくなってしまいました。これは私の無計画性によるもので、正直言って自業自得な面が非常に大きいです。さらに2024年の末頃、お恥ずかしいことに私はいろいろな問題を起こしてしまいました。それ以降、メンバーシップも一時かなり減りました。2025年にはなんとかチャンネル登録者数を伸ばそうといろいろやりましたが、どれもうまくいかず、今も広告収入は十分に上がっていないという状況です。あとこれは皆さんにも話してなかったんですが、2025年の中盤に私は車を買い替えることになりました。左派としてはモータリゼーション社会には反対しておりますが、私自身は身体にも重大な疾患を抱えており、普段の生活には車が必要でした。ところが車を購入した直後にブレーキが使い物にならないことが分かり、ぶっちゃけると中古車業者に騙されました。しかもその業者はすでに姿を消しておりました。その結果、車の購入費に加えて修理代も必要になり、合わせて数十万円かかりました。貯蓄がなかったので、それらはローンで賄うことになり、今も払い続けています。そこから私の生活は一気に苦しくなりました。2026年に入っても状況はあまり改善してません。なんとか支払いを続けながら生活していますが、寄付などもろくにできなくなってしまいましたし、経済的に厳しい状況が続いております。自分で話していてもあまり同情の余地がないか、正直自業自得な面が強いとは思っております。そして皆様には普段からメンバーシップなどで多大なご支援をいただいています。なので、これ以上お金を払ってほしいとリスナーの皆さんに強く言いたいわけではありません。ただ、今回ブースを使う理由の一つは、一度に大きな金額を支援できる仕組みだからです。そこで皆様にお願いしたいのは、私の YouTube での活動や社会的な活動の意義を理解してくださるスポンサーのような方を見つけてほしいということです。この動画を広めてください。私の活動に共感してくれる人、私を金銭的に支援しても良いと思ってくれる人にこの動画を届けてください。もちろん私自身も探す努力をします。
ただ左派の活動にはなかなかお金が集まりにくいという現実もあります。苦労するとは思いますが、まずはこれで当面をしのぎたいと思っております。その後は引き続きチャンネルの拡大に努めてまいります。どうにかして広告収入やメンバーシップだけでも活動を続けられるように今後も努力していきます。引き続きご支援をお願いできればと思います。最後になぜよりによってブース、つまりピクシブなのかというところについて説明したいと思います。納得がいかない方もいらっしゃると思います。ブースを運営しているピクシブ社は2022年にトランスジェンダー女性に対するハラスメント事件を起こしております。また2023年以降は AI 画像がピクシブ内に氾濫し、日本の AI イラストの氾濫に一役買ってしまった企業だとも言われています。現在は当該のトランスジェンダー女性とは和解し、法的な整備や AI に対する規制も進めている様子ではありますが、なぜよりによってそんな企業にお金を払わなければいけないのかと思われるのは当然だと思います。ただ今回は選択肢が限られていました。金銭的支援を受けられるシステムで手数料が安いものといえば、まずペイパルがあります。そしてペイパルの手数料はおよそ 3.6% です。また、Amazon ギフト券であれば手数料ゼロで私に送ることができます。しかしこれは極端に言えば、ピーター・ティールかジェフ・ベゾスかという選択肢になってしまうわけです。しかも Amazon ギフト券は Amazon で使うことはできますが、生活費やローンの支払いに直接当てることは難しいです。また、ペイパルについては、寄付やチップの条件がいろいろと厳しいらしく、ここ1週間ほど審査を繰り返していたのですが、結局通りませんでした。なので、向こうから願い下げされたというような形です。その結果、選択肢は Amazon か他のサービスということになりました。日本のサービスの中では、ブースは手数料が比較的安く、ダウンロード商品では商品価格の 5.6% に手数料が加わる仕組みです。本当はもっとマシなサービスがないのかという話ではあります。ただブースは比較的匿名性も高く、少なくとも通常のダウンロード商品であれば、支援者様の住所や電話番号は私に直接伝わることはないということです。YouTuber である以上、本来なら YouTube のスーパーチャットが一番わかりやすいですし、皆様の心理的負担も少ないとは思います。配信中に投げ銭として表示されるので、やっていて楽しい面もあります。ただ皆さんご存知の通り、YouTube のスーパーチャットは手数料が 30% 以上です。税金などのかかり方によってはさらに引かれます。1万円支払っていただいても少なくとも3000円以上が YouTuber 側に取られることになります。これはやはり大きいです。ブースであれば手数料はそれよりかなり抑えられます。ですので今回は単純にお金が足りないという現実があり、私の活動における支援をお願いしたいという目的で、ブースに支援用の商品を置かせていただくことにしました。本来であれば、ブースのショップにはもっといろいろな商品、例えば私の特別な動画などを並べるのが王道だとは思います。しかし、今回はその準備をする時間もなかったため、このような形にさせていただきました。身勝手なお願いであることは重々承知しております。それでも日本の法律を守り、皆様の個人情報にも配慮しながら支援を募る方法が現状かなり限られていることも事実です。この点をご理解いただきまして、ブースでの商品購入やブースト、そしてこの動画を他の方に広げることによってご支援ご協力を募っていただければと思います。なお今後ですが、メンバーシップ等を閉鎖する予定はありません。今後も少しずつコンテンツを充実させていきたいと思っています。ただし、メンバーシップも YouTube に手数料 30% 取られていますので、今後もしブースで支援するからメンバーシップをやめるという方がいらっしゃるのら、それは全く止めません。その判断はお任せいたします。一方で、もしブースで大きく支援したので、何か別のお礼や動画のリクエストなど相談ができないかという方がいれば、個別にご相談をください。ただし、すべてに確実に対応できるとは限りませんので、限定動画の再アップロードや何らかのお礼等をその都度検討したいと思います。以上です。誕生日にこのようなお願いをすることにより、本当に心苦しく思っております。ですが、活動を続けていくために、どうかご支援、ご協力、ご理解をよろしくお願いいたします。今後もひどい社会状況に負けず、できる限り活動を続けていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、お疲れ様でした。